これでもガンダムなんです。ガンダムには見えないガンダム5選ネタ解説。ガンダム作品においてガンダムの名を持つ機体は劇中では基本的に最高の技術を詰め込んだワンオフの機体として描かれます。2本の頭部アンテナとヘの字の形状を持つフェイスマスクが特徴的な RX78 ガンダムが初めて登場して以降、様々なガンダムが誕生していますが、一方でガンダムの名やガンダムのような顔つきを持たないながらもガンダムをベースとして作られた機体も多く登場しています。今回はそんなガンダムには見えないガンダムを5機体ご紹介させていただきます。解説の都合上ネタバレを含みますのでご注意ください。1、ブルーディスティニー RX79BD ブルーディスティニーはゲーム機動戦士ガンダムガイデンザ・ブルーデスティニーに登場し、地球連邦軍に亡命した元フラナガン機関所属の研究者クルスト・モーゼスが開発を主導した機体です。エグザムシステムが搭載されていることが最大の特徴です。エグザムシステムはクルストがニュータイプがやがて旧人類の天敵となり得るという妄想に取りつかれ開発したシステムであり、ニュータイプの戦闘技術をオールドタイプパイロットであっても再現できるようにしたものです。当初は陸戦型ジムをベースにエグザムシステムを組み込んだ専用の頭部ユニットを搭載した試験機として開発されましたが、陸戦型ジムベースの機体ではシステムの要求する動きに耐えられず目標値に達することができなかったため、 RX79 陸戦型ガンダムをベースに新規開発した機体に移植されたという経緯を持ちます。陸戦型ガンダムは RX78 ガンダムの規格落ち部品をもとに少数生産された機体であり、用途を陸戦に限定することで RX78 とほぼ同等の性能を得ているとされています。そのためブルーディスティニーは機体の開発経緯からガンダムという分類と言われています。ただし初登場時はジムブルーディスティニーという名称であり、後年にジムの名前が取れてブルーディスティニーと呼ばれるようになりました。2、ガンダム EG8。 RX79G EG8 は1996年に発表された OVA 機動戦士ガンダム第 08MS 小隊に登場する機体です。アプサラス2との戦闘により中破した第 08MS 小隊長四郎天田少尉の陸戦型ガンダムを大規模補修したものです。陸戦型ガンダム自体がガンダムの規格落ち部品から建造された機体なので、戦線での補修用パーツの供給は十分でなく、回収には陸戦型ジムのパーツや電池調達の各種ジャンクパーツなどが利用されました。そのため非常に電池補修回収の色合いが強く、戦闘データや資料の意向も反映し、より地上戦に適した改装が行われています。一年戦争時、このような現地改造はジオン連邦両軍で行われており、特に地上ではこういった改造改修が盛んだったようです。ガンダムの特徴の一つである頭部アンテナがありませんが、この機体のベースとなったのが陸戦型ガンダムということから EG8 もガンダムの一種と扱われています。劇中では四郎の上記としてジオン公国軍秘密基地攻略作戦に参加し、ブフカスタムとアプサラス3の撃破に成功しますが、機体は大破してしまい、四郎も行方不明ということになっています。倍返しだー。3、ガーベラテトラ。 AGX04 ガーベラテトラは1991年から1992年にかけて全13話が制作された OVA 機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーに登場する機体です。アナハイムエレクトロニクス社が開発した機体で、ベラーズ紛争の最中にアナハイムエレクトロニクスのオサリバン常務によって裏取引でシーマ艦隊に譲渡され、シーマ・ギャラハウが運用した機体です。この機体はガンダム開発計画から除外されたガンダム試作4号機コードネームガーベラのフレームをベースにしています。シーマ艦隊に譲渡される際にガーベラと4の意味があるテトラを組み合わせガーベラテトラとなりました。対モビルスーツ戦闘に特化した強襲用モビルスーツであり、格闘戦白兵戦に秀でており、前線で速やかに格闘戦に移行可能なシュツルムブースターの装備も盛り込まれているなど、強襲用モビルスーツとして当時の水準をはるかに超える高性能機でした。ガーベラテトラは偽装のために非常にジオン色の強い外観となっていますが、ガンダム試作4号機をベースとしているためガンダムの一種となります。劇中ではガトーのノイエジールに
ブリッジを破壊されたグワデンからシーマが脱出する際に登場。グワデンのモビルスーツデッキ内にビームを乱射し撃沈させます。しかしその後デンドロビウムに上方から襲いかかりますが、ゼロ距離射撃を撃ち込まれて撃破されてしまいます。お前は一体どっちの味方だ。4. リック・ディアス。 MSA099 リック・ディアスは1985年に放送されたテレビアニメ「機動戦士ゼータガンダム」に登場する機体です。作中の登場勢力の一つである反地球連邦組織エウーゴの量産機です。リック・ディアスはアナハイムエレクトロニクス社とエウーゴが共同開発した機体であり、リニアシートとガンダリウムガンマ試作型のムーバブルフレームを採用した初の第2世代モビルスーツであり、アナハイムエレクトロニクス社が開発したガンダムタイプモビルスーツ、通称アナハイムガンダムの一機です。開発には旧ジオン公国系の技術者が数多く参加しており、ドムシリーズの最終量産型ドアスを原型としています。装甲とフレーム部材にガンダリウムガンマを採用していることから、エウーゴの指導者ブレックスフォーラ准将によってガンマガンダムと名付けられます。しかしその外観からガンダムの名を使うのは先代のガンダムに申し訳ないというクワトロの希望によりリック・ディアスとなりました。そのためガンダムとは呼び難い外観をしていますが、リック・ディアスはガンダムの一種となります。劇中ではエウーゴが新造した強襲機動巡洋艦アーガマに3機が先行配備され、テレビ版1話のサイドセブン戦において初めて実戦投入されました。クワトロ、アポリー、ロベルトが登場し、サイドセブンの防空部隊に配備されていたジム2やピターンズ所属のハイザックを圧倒する活躍を見せています。全く応答なし。まあ平和な時はこんなものか。5. グシオン。最後に ASWG11 ガンダムグシオンです。2015年から2017年にかけて放送されたアニメ「機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ」に登場する機体です。鉄血のオルフェンズにおけるガンダムとは、300年前の薬剤戦末期に開発された72機のガンダムフレーム採用機に対する名称になっており、グシオンはその1機で、名称のグシオンはソロモン72悪魔の序列11番目の公爵で、猿の顔を持つと伝えられています。航路としての使用が困難な高密度デブリ帯の中で発見された機体で、その宙域を縄張りとする海賊たちの手で回収され、長年所有者を転々としながら使われてきましたが、海賊として名の知れたブルワーズの手に渡り、宇宙船に特化した改修が施され、モビルスーツ隊の隊長を務めるクダルカデルの上記となったという経緯を持ちます。ツインリアクターシステムから生み出される高出力に任せて超重量の装甲が装備されている点が最大の特徴です。モビルスーツとしては規格外とも呼べる超重装甲が施された高出力重装甲型の機体となっており、外見的には非常にずんぐりむっくりしています。そのためガンダムのイメージからはかけ離れていますが、ガンダムフレームを採用していればどんな姿であろうとガンダムという鉄血世界のデザインルールではれっきとしたガンダムです。劇中ではギャラルホルンと密約を交わしたブルワーズの戦力として配下のマンロディを率いて鉄火団を襲撃します。バルバトスと交戦し、持ち前の超重装甲や獲物であるハンマーを生かして三日月を苦戦させますが、最終的にバルバトスの太刀によってクダルもろともコックピットを差し貫かれ鉄火団に回収されました。その後は秋広本人の希望によりガンダムグシオンリベイクへと生まれ変わり、さらに後半ではグシオンリベイクフルシティへ回収され、秋広と共に戦い抜いていくことになります。正宏との記憶とともに俺は戦う。以上、ガンダムに見えないガンダム5選をご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。デザイン的にはガンダムに見えないものの、ガンダムの名にふさわしい活躍を見せてきた機体は他にも数多く存在します。皆様の思い入れが深いガンダムには見えないガンダム、ぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。